こんにちは、福友です。お正月が明けて早々のタイミングですが、いよいよ緊急事態宣言発令されてしまいましたね。また外出しづらくなるのかと思うと正直ちょっと寂しいなと思ったりしてしまうんですけれども、発表の中でテレワーク推奨のお話もありましたので、おそらくテレワークが始まるよという方も多いんじゃないかなと思いまして、今回はテレワークにおすすめの作業効率を上げるアイテムを厳選してご紹介します。内容はこちら。短期間のテレワークの方と長期間本格的にテレワークをしますという方のそれぞれに分けておすすめのアイテムをご紹介します。では行ってみよう。まずは短期間テレワークの方々へおすすめのアイテムです。テレワークを快適に過ごしたいけど正直短期間のためにわざわざアイテムを購入するのもなぁという人多いと思います。そんな方におすすめのお手軽アイテムがこちら。PC スタンドです。私はボヤタの PC スタンドを使っています。結構丈夫にできているので、パソコンを置いての作業はもちろんのこと、iPad を置いてお絵描きをするのにも問題なく使えます。PC スタンドを使わないで作業した場合、こんな感じで長時間頭を下に向けた状態で作業することになります。そうすると結構首や肩に負担がかかってしまって肩こりや首こりの原因になってしまいます。この状態から PC スタンドを使って画面の高さを上げることによってこんな感じで姿勢を改善することができます。またできればキーボードは別で用意してあげるとより操作しやすくなります。続いて本格的なテレワークをする方、長期間のテレワークがすでに確定しているという方は本格的に自宅の作業環境を改善してみてはいかがでしょうか。私がおすすめするのは4アイテムです。まず1つ目が LG のウルトラワイドモニター。その名の通り画面がワイドになっておりますので、こんな感じで複数の作業を並べて進めることもできます。そして横長の画面だからこそ、私の場合は動画編集の画面などをこんな感じでふわっと横に広げて作業をすることができます。モニターの画面が大きいと自由自在にお仕事の画面を並べることができるのでおすすめです。続いて2つ目はモニターアーム。私はグリーンハウスさんのモニターアームを使用しています。こちらのモニターアーム、こんな感じですっきりとした見た目をしていて気に入っています。そして自宅で長時間作業をするときに大事になってくるのが姿勢なんですね。PC スタンドの時にもお話ししたように、目線の高さに合わせてモニターの位置を調整できるかどうかってかなりポイントになってきます。モニターアームを使用すればこんな感じで角度の調整や高さの調整が自由自在にできるようになりますので、これで無理のない姿勢で長時間作業することが可能になります。続いて3つ目。ローヤのメッシュタイプオフィスチェア。メッシュ素材だからこそ夏場でも快適に使えます。オフィスチェアならではの体にフィットするような安定した使い心地が気に入っています。そしてこんな感じでリラックスして使うこともできるので、ちょっとお仕事に疲れた時はこんな姿勢でリラックスしてみてもいいかも。続いて4つ目が IKEA のベカントコーナーデスク。このチャンネルでは何回も紹介しているアイテムなので、もう知っている方もたくさんいるかと思うんですが、やっぱり私にとって作業環境の改善といえばこのアイテムです。午前中は立ちながらお仕事、午後は座りながらリラックスしてお仕事といった感じで作業を切り替えられるのも気に入っています。気分に応じて上げ下げして集中力を維持することができます。そしてこのデスクの裏側のところにコード類をしまえるポケットがあるところも気に入っています。こういう細かい気遣いがもうたまらないんですよね。そしてコーナーデスクならではのこの L 字の形なので、正面を向いたらパソコン、横を向いたら iPad といった感じで作業をパッと切り替えられるところも気に入っています。いかがでしたか？テレワークはとにかく長時間の作業をいい姿勢で快適に過ごせるかどうかがポイントになってきます。ただもちろんずっと座りっぱなしは良くないので、時折立ってストレッチしてみたりだとか、気分転換してみたりだとか、自分なりに工夫してなるべく体がガチガチにならないように気をつけてみるのも大事です。かくいう私も正直
思わず集中してしまってずっと同じ姿勢でみたいなシーンもよくあるので、ここは気をつけようと思います。今回の動画が皆さんのテレワーク生活のお役に立てれば幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。以上、ぷくともでした。バイバーイ。